皆さんこんにちは。今回はあの俳優さんだったの？本当に同じ人と思うほど役柄によって全く違う人物に見えるカメレオン俳優6人を紹介していきます。チャンネル登録もよろしくお願いします。最初に紹介するのは今最も注目されている実力派俳優の一人、アン・ビョホンです。プロフィール、生年月日1988年5月16日、身長 187cm、説明不要の大人気ドラマイテウォンクラスでは財閥である大手外食企業のチャンガの2世として強烈な悪役を演じました。その年の第56回百総芸術大賞では男性新人演技賞にノミネートを果たし、一躍スターダムにアン・ボヒョンが注目されるきっかけになった作品です。そうかと思うと、同じくネットフリックスの話題作であるマイネーム、偽りと復讐ではハン・ソヒ演じるジウの唯一の心の拠り所であり、仕事のパートナーである麻薬捜査隊の刑事ピルド役を熱演。イテウォンクラスの役柄とは真逆の兄貴肌で正義感あふれる役柄に本当に同一人物と話題になりました。またユミの細胞たちウェブ漫画ではアン・ボヒョンは正直かつクールで感情表現が苦手などこかオタク集漂うゲーム開発者ク・ウンを演じています。累計閲覧数が34億ビューを超えるレジェンド級の人気漫画です。ウェブ漫画をドラマ化した作品の中でも歴代最高のクオリティとキャラクターシンクロ率で原作ファンからも評価が高かった作品。アン・ボヒョン自らク・ウンのさっぱりした性格や不器用だけど感性豊かなところが自分と似ていると公言しているだけあり、作中ではどこかリアルで身近なアン・ボヒョンが堪能できます。次にご紹介するのはアメリカアカデミー賞授賞式での印象が強いソン・ガンホです。あの時に前面に出てアピールしようとする姿に韓国俳優で生き残ってきた強さと貪欲さを感じました。今や彼の代表作となったパラサイト半地下の家族など多くのヒット作に出演しているソン・ガンホ。韓国ではどんな映画や役柄でも演じることができるソン・ガンホに演じられない役はないと言われてれるほど演技力が認められている俳優です。プロフィール、生年月日1967年2月25日、身長 180cm。そんなソン・ガンホの演技力を特に知ることができる映画は JSA や密偵であると言われています。大韓民国国軍、韓国軍を筆頭とした国連軍と朝鮮人民軍、北朝鮮軍の兵士が共同で警備に当たる JSA において、ふとしたきっかけから許されざる友情を育むことになった南北の兵士たちの交流と顛末を書いたフィクション映画 JSA では朝鮮人民軍人を熱演しています。日本統治時代の1920年代を背景に独立運動団体と彼らを追う日本警察との攻防をスリル満点に書いた究極の秘密諜報サスペンス巨編密偵では日本警察イ・ジョンチュル役をソン・ガンホが演じました。パラサイト半地下の家族では裕福な一家からなんとかお金を絞り取ろうとするしがない父がある出来事をきっかけに表変してしまう様を演じました。次に紹介するチェ・ミンシクは知らない人はいないほど有名な俳優で、韓国映画界を代表する俳優の一人です。日本でも大ヒットした映画首里で韓国のアカデミー賞とされるテジョンさんを受賞。またオールドボーイではカンヌ国際映画祭でグランプリを受賞しました。韓国の映画を見るならチェ・ミンシク出演の映画は必ず見ておきたいほど魅力的な作品が多くあります。プロフィール、生年月日1962年5月30日、身長 177cm。新人の頃から飛び抜けた演技力で注目され、大学卒業公演ですでに国内の演劇界でも好評を受けており、テレビや映画に出演後も高い評価を受けてきました。チェ・ミンシクの演技スタイルはメソッド演技と呼ばれる、まさに役そのものになりきってしまうというもの。そのためチンピラ役を務めた映画パイラン撮影時は
私生活でも同じような雰囲気だったという知人たちの目撃談があります。映画悪魔を見たでは凶悪な殺人鬼を演じるため、連続殺人事件を担当していた刑事に会って話を聞き、その過程で連続殺人犯と直接面会できる機会ができましたが、殺人鬼の人格を自分自身が吸収してしまいそうだからという理由で拒絶。こういった役者魂のために殺人鬼役はとても精神的に辛いもので、もう二度と殺人者の役はやらないと心に誓ったとか。映画パイランのソン・ヘソン監督はチェ・ミンシクについて、彼は撮影が進むごとにその役そのものになると評価し、撮影中のエピソードについては2時間前から待機し、撮影が終わっても全てのスタッフが撤収するまで現場に残る俳優。スタッフの名前を全部覚えていると明かしています。怖そうなイメージがありますが、実際はとてもひょうきんで明るいんだそうです。最近の不思議な国の数学者も素晴らしかったです。次にご紹介するのはユジェミョンです。プロフィール、生年月日1973年6月3日、身長183センチメートル。多くの人たちが彼の存在を知ったのがこのドラマイテウォンクラスでしょうか。パク・ソジュン扮する主人公のパク・セロイがイテウォンに居酒屋をオープン。飲食業界大手のチャンガの会長チャン・デ・ヒュージェミョンと壮絶な戦いを繰り広げながら復讐と成功を手にする物語です。ドラマでは60代の設定だったため、白髪とシワが刻み込まれた目元が印象的でしたが、出演時のユジェミョンは46歳だったというのだから、その年齢のギャップに驚かされます。片方の眉毛をピクッと動かす美貌演技にも感動。ある殺人事件を通して描かれる警察 vs 検察という構想がテーマとなっている秘密の森では、183センチという長身に仕立てのいいスーツをピタッと着こなし、上流階級らしい品をまとった知見の脳2で能力と権力を併せ持つ次長検事チャンジュンを演じました。ヘアメイクの力もあるとはいえ、歩き方から体型までイテウォンクラスで見た彼とは到底同一人物とは思えません。また声もなくでは表向き卵を売る養鶏を生業にしているが、裏では犯罪組織の下請けとして死体処理を行う悪人役、チャンボク役、拷問の準備や死体遺棄を平気な顔で実行しつつも、信仰心が深く驚くほど礼儀正しいという矛盾しかないキャラを見事に演じました。次にご紹介するのは、いろんなドラマで必ず出てくるキム・ソノン。彼女の役柄の幅の広さには驚かされます。プロフィール、生年月日1976年4月10日、身長167センチメートル。1995年に舞台劇演劇が終わった後にで俳優としてデビューしたし、2005年には恋の潜伏捜査に出演し映画デビュー。2014年にテレビドラマデビュー。2015年恋のスケッチ応答せよ。1988でソヌとジンジュの母親役を演じ、APAN スターアワーズ演技賞にノミネート。2017年にはオット・イスンウォンが演出するコミュニケーションと嘘に出演。同作品での演技で、翌2018年にトゥルコ映画賞挑戦後版助演賞及び春志大賞映画祭助演女優賞を受賞します。2020年愛の不時着で北朝鮮軍陸軍少尉の妻で社宅村の人民班長であるナウォルスクを演じ、第56回百総芸術大賞最優秀助演女優賞、第7回 APAN スターアワード女性演技賞を受賞。これだけ幅広い役柄がこなせるのは、その背景に卓越した演技力があるからですね。最後のご紹介は以前にも特集したイ・ジョンウンです。遅咲きの彼女はここ数年の活躍は目を見張るものがあります。プロフィール、生年月日1970年1月23日、身長165センチメートル。イ・ジョンウンが演劇デビューしたのは1991年のこと。
今では想像もつかないが、もともとは演技の才能がなかったそうで、小さな舞台のアシスタントスタッフに回されてしまうことの方が多かったのだとか。また当時は映画のエキストラもしていたのだが、セリフをうまく言うことができず NG を連発。カメラ恐怖症を抱えていたそうです。トラウマを抱え、舞台ではスタッフ役をあてがわれた彼女だが、演技にかける思いは人一倍強く、2001年に映画に出演して以降、約8年間スクリーンに戻ってくることができなかった時もぐっと耐え忍び、2010年前後から徐々に才能を開花。2013年にドラマ界へ進出するまで役者デビューから十数年以上を要したが、これも演技経験を積みながら時が訪れるのを待ち続け、そして2019年、地道に諦めることなく役者の道を邁進してきた彼女に、パラサイト半地下の家族への出演という大きな転機が訪れました。その後の活躍は日本のカンドラファンもご存知の通り、ドラマ初主演作品「他人は地獄だ」でどこか薄気味悪い腰音の大家を熱演したかと思えば、椿の花咲く頃では母性愛あふれる主人公の母親役を演じて視聴者の涙を誘いました。またロースクールで判事出身の快活なロースクール教授役を務め、未成年裁判では冷徹で悪役かと思いきや、過去の過ちを潔く認める判事役として存在感を発揮。私たちのブルースの人情あふれるキャラクターや、精神病棟にも朝が来ますの温かな看護師長役を演じ、カメレオン俳優の名を欲しいままにしています。いかがだったでしょうか。気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価もお願いします。励みになります。